南北アメリカ大陸の間を貫き、太平洋と大西洋をつなぐパナマ運河。その真ん中に直径4キロほどの小さな島、バロコロラド島があります。運河に水が引き込まれた1914年、取り残された小高い丘は今や世界で最も貴重なジャングル。足を踏み入れた途端、取材班はその暗さに圧倒されました。林床と呼ばれる地面に届く光は太陽光線のわずか 2%。 そこで下草は育たず、ほとんどが枯れ葉で覆われています。新しい命は1日に数時間というかすかな木漏れ日を頼りにゆっくりと成長していくしかありません。うっそうと茂るジャングルの底では動物たちの活動もひそやか。刻々と動く小さな日向を点々としてエネルギーを蓄えるのに必死なのでしょう。動物、植物にかかわらず、ジャングルの底で生きるものはわずかな光を追い求め生活しているのです。そんな林床を葉っぱが行進しています。もちろん葉っぱに足が生えたわけじゃありません。小さな運び屋がいるんです。ハキリアリ。小さな彼らの大きなパワーを探ってみましょう。まず驚くのはその怪力。体長3ミリの体には葉っぱといえども大変な重荷です。でもこうして休むことなく運び続け、その結果専用道路まで作ってしまいます。通り道を踏み固め、倒木に穴をくり抜きトンネルを通す。そう、パワーの秘密はその数にもあります。延々100メートル以上も続く行列を作るのは何十万、いえ何百万という仲間たち。一匹一匹は小さくてもみんなで力を合わせてコツコツ働くという暮らしぶりです。ところでハキリアリたちはどこから葉っぱを運んでくるのでしょう。行列を反対にたどってみると、当然のことながら高い木の上。そこで我が取材班も地上40メートルの木のてっぺんを目指すことになりました。この大掛かりな装置は近年ジャングルの上層部を研究するために導入されたものです。それまではアプローチの手段がなく、太陽光線の大部分を吸収し、ジャングルで最も生命活動の盛んな場所でありながら、林冠と呼ばれるこの部分には研究の手が及んでいませんでした。ジャングルの天井で取材班が最初に会ったのはオオガシラ。太いくちばしを持つキツツキの仲間です。もっと大きなくちばしのチュウハシも姿を見せてくれました。そしてイグアナも40メートルもの木登りをこなすとは外見に似合わず身軽なんですね。木のてっぺんの若い葉っぱは柔らかく栄養が豊富なので、イグアナに限らず多くの動物たちにとってごちそうなんです。このマントホエザルはお腹に赤ちゃんを抱える身。おっぱいをたくさん飲ませるためにも新鮮な若葉をたっぷり食べなくちゃ。さてハキリアリたちの場合も目指すはてっぺん。彼らの身長はたった3ミリ。40メートルの高さを登るなんて気の遠くなる話ですが、実際にそれが彼らの日課。そしてハキリアリの名前が示す通り、ここで葉っぱを切り出していきます。彼らの仕事ぶりを見てみましょう。ハサミのように発達した大顎を使って一方向に噛み進んでいきます。6本の足をコンパス代わりにちゃんと大きさを測りながら体を回転させて丸く切り取っていくんです。一息入れる間もなく顎に葉っぱを挟んだアリは幹を降りていきます。その傍らを別の切り出し部隊が登っていきます。
木の方はたまりません。伸びたばかりの柔らかい葉を葉脈だけにされてしまうのです。この地方で農場を営む人たちはハキリアリを恐ろしい害虫と呼びます。1年間に1トンもの葉っぱを切り刻んでしまう破壊力は確かに凄まじいものです。さて、行列の中に変なやつを発見しました。仲間の運ぶ葉っぱにしがみつき、自分で歩かない怠け者かと思いきや、こうして上からの敵の接近に備えているのだそうです。敵とは寄生バエ。ハキリアリの体に卵を産みつけようと機会を狙っています。その姿を見つけたら直ちに追い払うのがリーフライダーと呼ばれる彼らの役目。もう一つ、クモも天敵です。葉っぱを背負っていると歩くだけで精一杯。周囲に目を配る余裕がないので、こうして罠にかかるものも少なくはありません。ひとたび糸が絡まれば万事休す。ところで、なぜハキリアリはわざわざ葉っぱを巣に持ち帰るんでしょうか。木の上で食べてしまえばいいものをなぜ？大きな謎を解くには巣の中を覗いてみるしかありません。ハキリアリの巣の中では一体何が行われているんでしょう。我々はハキリアリ研究の第一人者ハワード博士のもとを訪ねました。博士が巣の中を見せてくれると言います。ハキリアリは集団で暮らす昆虫の中でも1、2を争う大家族。巣も大きく50メートルを超すものもあるそうです。そこに小部屋が並んでいるんです。博士が小部屋の一つを掘り当てました。するとそこには女王アリがいたんです。たくさんの働きアリをかしづかせる巨大な女王アリ。ところで女王アリが乗っかっているスポンジ状のものは何なのでしょう。小部屋を埋め尽くす柔らかな物体。実はこれこそハキリアリが葉っぱを巣に持ち帰る秘密だったのです。驚くべきことにハキリアリは運び込まれた葉っぱに菌を植え付けてアリタケというキノコを栽培しているんです。ハキリアリはこのキノコを収穫し食べて生活しているんです。人類よりはるか前から見事な農耕社会を築き上げてきたハキリアリ。彼らはこうして長い年月をこの森とともに生きてきたのです。ハキリアリの生活に感心していると森の中が急に騒がしくなりました。マントホエザルの警報です。普通ホエザルは敵対する群れが近づいた時このような大声を出しますが、ここのホエザルは雨が近づいた時に鳴くそうです。その予報通り間もなく雨が降り出しました。まさに叩きつけるような激しい雨です。太陽を遮る林間も大粒の雨には何の効果もありません。となると地面を歩いていたハキリアリは大慌て。働き者の彼らもこの時ばかりは大事な荷物を放り出して巣に逃げ帰ります。ハキリアリだけではありませんでした。取材班も撮影どころではなくなり、ホエザルを見習ってじっと雨宿り。雨は一晩中降り続きました。桁外れな大雨が降る雨季。森の中では倒れた大木をよく目にします。ジャングルの土壌は薄いため深く根を張れず、緩んだ地面で支えきれなくなったんです。しかしこれで森の様子は一変しました。天井に大きな穴が開き、太陽があふれんばかりに降り注いできたんです。ギャップと呼ばれるこの日だまりは小さな植物が大きく育つチャンスを作ります。こうしてジャングルは少しずつ世代交代をしていくんです。ホエザルが鳴き出しました。また雨が降るというのでしょうか。いや、
木の下の小猿に呼びかけているようです。お前どうしたんだ？とにかく上がってこいよ。小猿は元気がありません。やっと声は出したものの、とても一人で木を登っていく力はないようです。夕べの激しい雨の中、木から落ちて怪我をしたのかもしれません。おいチビ、こっちだ。俺たちホイザルは木の上でなくちゃ生きていけないんだ。何が何でもこの木に上がってこいよ。大人が必死で呼びかけます。小猿もその声に励まされるように力を振り絞ります。しかし地面に突っ伏した小猿の体にその死を予感したのでしょう。ハエがたかり卵を産み始めました。ハエがなんだ。ハエなんかお前が歩けば飛んで逃げるさ。さあ歩くんだ。最後の一歩を力の限り刻んで小猿は息を引き取りました。どんなに叫んでも失われた命は戻りません。でも失われた命の上に新しい命が生まれるのは確かです。倒木の場合もこの小猿の場合も。雨上がり、ハキリアリたちはどうしているでしょうか。様子を見に行くと巣の中から何かせっせと運び出しているところでした。運び屋の荷物はキノコ栽培に使った葉っぱのカス。古くなるとゴミとして処分するのです。ハキリアリは決まったゴミ捨て場を持っています。しかも一度木の上に運び上げてそこから投げ捨てていくので、ゴミは山となり効率よく処分できます。誰かに教わったわけでもなく、本能に刻まれたプログラムによって見事にゴミ問題を解決しているんです。ゴミ捨て場はまた墓場でもあります。3ヶ月という短い寿命の尽きた働きアリは仲間の手によってゴミと一緒に葬られるのです。そこには寸分の感情も混ざったりはしません。働けなくなった働きアリはゴミと同じ。本能は極めて合理的な判断を下し、この任務を遂行させるのです。だから傷ついた働きアリも死者と同じ扱いを受けます。まだ命があったとしても与えられた役割を果たせなくなれば巣には置いてもらえません。なんとも非常に思えますが、アリの大家族が生きていくためにはこの合理的ゆえに冷酷なシステムを守っていくしかないのです。命はいつも何らかの犠牲の上に、いくつもの死の上に成り立っているものです。ここではただそれがむき出しにされているだけとも言えるのでしょう。逆にここではどんな死も決して無駄にはならないことがやがてはっきり証明されます。ハキリアリの墓場は死んでいったアリの体と切り刻まれた葉っぱのカスのおかげでどこよりも肥沃な土になっています。そしてこの土が森の新しい命を豊かに育てていくのです。土に帰った命を礎に次の命が築かれているのです。ハキリアリは高い梢の若い葉っぱを切ってしまうことで木の寿命を縮める破壊者だという人がいます。一方、林間に茂る葉を間引きする彼らがいるからこそ林床に届く光が増え、森が活性化していると考えることもできます。ハキリアリは森にとって敵か味方か、そんな問答はナンセンスです。ハキリアリは何億年もの歳月を森と共に生きてきました。
ある時は木を傷つけ、ある時は木を育てて複雑な関係を築き上げたのです。森の木々とそこに暮らす者たちの生と死は、私たち人間の入り込む余地がないほどに絡まり合い支え合っているのです。